こんにちは、OK ジャパニーズです。暑いですね。今日も日本語危な。ちょっとこの椅子壊れたらごめんなさい。今日はゆっくりリラックスして喋ります。なるべく自然な日本語で話します。とかあとか、たくさん言うと思います。なぜこのポッドキャストを聞くか、それはリスニングの練習にいい日本語のリスニングになります。言葉、単語わからなくても大丈夫。わからない言葉があるのが当たり前。わからなくて大丈夫。でも聞いているとどんどん頭が日本語の頭になっていきますね。耳が日本語の耳になる、そういういいことがあります。じゃあ今日何を話すか、トピックです。今日話すことはコラボレーション、日本語 YouTube のコラボについて話します。この間 Speak Japanese Naturally のふみさん、そしてジャパニーズ with シュンのシュンさん、ジャパニーズ with シュンのシュンさんの2人と会いました。楽しかった。そこで僕は思いました。明るいっていいな。明るいっていいな。そう思いました。今太陽も眩しい。太陽も明るくて眩しい。そして人も明るい人がいます。しゅんさんとふみさんは明るい。とっても明るくて元気な人ですね。そんな話をします。明るいっていいな、そういう話です。僕は東京に住んでいます。東京に住んでいて、しゅんは名古屋に住んでいます。しゅんは名古屋にいます。そしてふみさんは山梨県にいます。山梨県の甲府というところに住んでいます。僕はしゅんとは何回も話しています。何度もコラボもしています。あとコラボじゃない時、普通の生活で電話もしています。よく話してますよ。今は敬語ではない、タメ口です。敬語はもうやめました。その方が楽だしね。それでね、僕としゅんは音楽をやろうと、音楽を一緒にしよう、そういう話をしています。それで僕が曲を作りました。たけしさんっていうね、曲を作ってしゅんが歌います。しゅんは歌がうまいから歌を歌います。曲はできました。曲は完成しました。もうすぐリリースされます。10月かな。しゅんがね準備してますから、しゅんがリリースの準備をしています。それで彼はねビデオを撮る、その曲のビデオを撮ると言ってたんです。それで東京に来る
東京に俺は行くって話をしていました。でそれで僕は思いました。東京に来るなら間に山梨があるぞ。名古屋、山梨、東京。名古屋の途中に山梨があって、その後に東京がある。じゃあふみさんに会いに行こう、思いつきました。ピカーン、そうだ、ふみさんに会いに行こう。なんでふみさんかというと、しゅんがね、ふみさんとコラボレーションしていたんです。ふみさんのチャンネルにしゅんが出ていました。なので会いに行こう、それはとても面白そうだ、そう思ったんですね。僕はふみさんのチャンネルよく見ていますし、皆さん見てるんじゃないかな。ね、ふみさんの声がすごいですよね。声が素敵な声ですよね。話を聞いてみたい、そう思っていました。そこで僕は俊に電話をしました。どう？行かないと言ったら、いいね、行こう。5秒で決まりました。5秒で話が決まったんです。話が早い。俊は話が早いね。そして9月、その日がやってきました。僕は東京から山梨へ電車で行きます。電車で行くと1時間半ぐらいで着きます。甲府駅、山梨県の甲府駅です。山梨は綺麗な町です。綺麗な県です。フルーツが有名。フルーツが美味しい。ぶどうがね、美味しいんですよ。そして山梨は景色が綺麗。富士山が見える。湖もある。そういう場所です。なので僕のこの山梨への旅のチェックリストはこれだけあります。チェックリストがあります。1、ふみさんに会う。俊に会う。2、コラボレーション動画を撮る。3、おいしいフルーツを食べる。そして4、自然を楽しむ。これがね、果たしてできたのか。このチェックリストを達成できたのか、チェックリストをチェックできたのか、お話ししていきます。山梨への旅には電車、特急列車を使うことができます。電車にはゆっくりの電車と速い電車あります。ゆっくりの電車は各駅停車、停車は止まるですね。だから駅に一つずつ止まる。各駅に止まる。各駅停車。その後は速い電車が何個かあります。何種類かありますね。特急、特別急行、特別速い、そういう、電車があります。だから少し高いけど
僕は特急に乗りました。特急には2種類あります。3種類かな。東京からね、甲府、山梨行って、そこから富士山の方に行く特急もあります。他にも長野県の方に行く電車もあります。それはね、あずさと言います。もう一つはカイジと言います。特急のあずさとカイジ、これね、乗ったことがなかったんです。僕、名前は聞いたことがありました。カイジに乗って楽しむ山梨県、そういうね、列車の旅なんですね。僕は列車の旅が大好き。列車の旅はね、運転しなくていいし、運転しなくていいからもう窓が見れますね。窓をずっと見て、外を見て、あんなところに海がある。あれがなんだ、相模湖か。まだまだ甲府は先だなとかね。あんなところに小さい古民家がある。古い家がある。古い民家がある。素敵だな。どんな人が住んでいるのかな。そんなことを考えながら、しかもそこで僕は大事なことがあります。電車の旅に大事なことは何でしょうか。時刻表、タイムテーブル、いいえ、違います。お弁当です。お弁当が大事です。いや、お弁当本当に楽しいですよ。食べたことある人もいますか。電車で食べるお弁当、これをね、駅弁と言います。駅、そして弁当、駅弁です。昔はね、駅弁というのは人が売っていました。今も人が売っています。電車の中で売っていたんですよ。電車の中で、少し大きい箱をね背負って、紐を箱につけて、それを持ってそこに弁当を置いて、そうやって売っていた。だから電車の中でガタン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 、駅弁どうですか、駅弁いかがですか、そう言いながら、どうぞ幕の内弁当600円、おにぎり100円、そうやって売っていたんですね。そういうものを駅で、電車の中で買うことができる。それはね、もう今はね、なかなか見ることができない。今は消えてしまった風景、消えてしまった日本の景色ですね。いや、僕もそういう電車の旅してみたかったな。でも今は駅で買えますから、東京駅に行ってもいっぱい駅弁は売ってますし、いろんな駅に、ホームに、プラットフォームに売ってますよ。で、そこで僕は駅弁をしっかりと買って電車に乗り込みました。ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン。僕の選んだ席、それは一番後ろの席です。どの席を選ぶかはとても重要ですね。どの席で旅をするのか、それは大切です。そのために僕はリサーチをしました。しっかりとリサーチをしていきました。まず4つ席があります。2個の席、そして通路があります。歩く場所があって、そして2つ席がある。4
個の席がある。その中であなたは左右どっちに座るのか、めちゃくちゃ大事、めちゃくちゃ重要、めちゃくちゃ大切です。もしあなたが景色を見たいなら、もしあなたが窓の外を見たいなら大事です。僕はインターネットで調べました。開示、窓、どっち、はい、これで調べられます。でそこでね、まず左側がいいと出ました。僕はなぜだろう、それを調べました。するとね、左側に乗れば湖が見れる、甲府の景色が見れる、甲府盆地が見られる、そうやってね書いてあったから、もうこれしかない、これしかないで、これしかないでと思って左側に座りました。よし、開示はね空いてました。すごく空いていたんですよ。なんかねバスもあるんですよね。甲府に行くのってバスでも行けるんですよ。新宿からバスで2時間はかからないと思う。同じぐらいなのかな。しかも安いんです。安く行けます。だから鉄道会社ね、電車の会社はちょっと大変ですよ、ね、競争があるからね。ちょっとバスに乗る人もいれば車に乗る人もいれば、だからね空いてました。僕の乗った車両、車のね、電車の車は車両と言いますが、何席あるんだろうね。40席はあると思いますけど、もっとあるかな。80あるかな。80席あるかな。僕が乗ったのは新宿でした。新宿で乗ったのは5人、僕を入れて5人。少ない。大丈夫か。開示大丈夫なのかい、大丈夫なのかい、心配になりましたが、ただとっても快適でした。人が少ないと快適ですね。隣も人がいないからね、ゆっくり乗れますね。そして僕は山梨の旅をスタートしました。まだ僕は新宿ですね。この話長くなりそうですね。めちゃくちゃ長くなりそうですね。そしてね、ワクワクしながら僕はワクワクしていました。初めての列車の旅、電車の旅、そして初めての人、緊張もしてました。少し、ドキドキしていましたね。緊張していました。でも見てください。ほら、左の窓から見えるのは新宿です。どんどん進んでいきます。景色が後ろに流れ、どんどん街を通り抜けていきます。どんどん街をね進んでいきます。最初は東京の景色、家がたくさん、ビルがたくさん、車もいっぱい。でももうちょっと進んだだけでもうどんどん人は減り、車は減り、街は小さくなっていきました。そして気づけば森の中、
緑に包まれていました。周りは緑でいっぱいになってきたんですね。あれはもしかして甲府かな。いや、あれはまだ甲府じゃない。でもブドウの木が見えるぞ。ブドウの木がたくさん見えてきて、フルーツの有名な山梨かななんて思いながら、気づけば僕のお腹の中には駅弁がお腹に入って、チャイムが鳴りました。テントンテントン。まもなく甲府お降りのお客様は手荷物お忘れ物のないようをご準備ください。甲府、はい、到着です。まだこの時お昼の2時、まだまだお昼でした。で、僕は荷物を持って出ると、暑かったですよ。太陽が高くて、高いところに太陽があって眩しい、暑い。これが甲府か。なんだか空気がきれいな気がするななんて思ってね、まずはホテルに行こう。ホテルに行くぞ。そして僕はチェックリストの一つ目、フルーツ屋を探し始めました。するとね、マップを見るといいフルーツ屋がありそうだったんですよ。しかもそれは駅から徒歩5分。暑い。でも僕はフルーツが食べたい。どうしよう。荷物も重い。荷物もスーツケースを持っている。でも行きました。フルーツ屋に行きました。しかもそのフルーツ屋ね、小さいフルーツ屋で、お店の人がお店の女性がね、とてもねフレンドリーで、どうもいらっしゃい、はい、これいいよ、これおいしいよ、どうこれ、どう兄ちゃん、これどう、そんな風にね話してって、そこのブドウ僕は見ました。シャインマスカットです。シャインマスカットといえばいいマスカットで有名です。お土産にシャインマスカット、いいことがあった日はシャインマスカット一つ3000円5000円、それぐらいする高い果物です。高いフルーツですよ。でもね、いろんなフルーツがあって安いのもあったんですよ。なんとシャインマスカット500円。シャインマスカットは500円。安すぎだろう。そう思って買いました。美味しかった。ホテルに行ってすぐ食べました。プリプリのマスカット、甘くて美味しいマスカット。これでチェックリスト一つチェックです。もうね、僕の山梨の旅は素晴らしいスタートです。いいスタートでしたね。はい。そしてその日の夜、しゅんさんとふみさんに会いました。焼き鳥を予約してくれました。焼き鳥のお店を予約してくれて、そこにね、行こう、そういう話をしました。
夜の7時、もう甲府の街は静かになりました。昼の暑さも和らいで、あまり暑くなく、少し、風もあって過ごしやすい夜になっていました。僕はホテルから歩いてその焼き鳥屋へ向かいました。ドキドキ、ワクワク、ワクワク。そこでね、ドアを開けるとふみさんがいらっしゃいました。ああ、どうも、オッケーさんね、そう言ってとても素敵な笑顔でいらっしゃいました。動画で見るそのまんまの、ね、動画で見たことのあるふみさんだ。とてもね、明るいオーラの人だなと思いました。そしてすぐにシュンがやってきて、おいお客さん、おいおいおい、そんな風に、合流しましたね。一緒になりました。実はね、シュンと会うのも初めてだったんですよ。何回もね、もう電話もしてるしコラボもしてるし、会った気になってたんですけど、本当初めてでした。でもね、シュンも動画そのままです。もうメインキャラクターのオーラが出てました。主人公のオーラで甲府の街で、ね、動画を撮りながら、はい、皆さん今日は甲府にやってきました。今からふみさんとオッケーさんと焼き鳥を食べます、ね、そういう風に動画を撮っていて、僕は思いました。お、本物のシュンだ、あれが YouTuber シュンだ、動画と同じだな、ね、そうやって思って、そしてみんなで美味しく焼き鳥を食べて、ね、いろんな話をしました。まずはね、その次の日に撮るコラボレーション動画の話、どんな動画を撮りましょうか、こういう動画を撮りたい、そういうね話をして、その後ね、やっぱ YouTube の話もしました。 YouTube のどうですか、 YouTube ここが面白いですよね、ここが大変ですよね、そういう話をしてね、YouTube をやっている人と話すのは楽しかったです。はい。そして僕たちは美味しく焼き鳥を食べた後、少し甲府の街を歩きました。その後ちょっとね、シュンとも軽く動画を撮って5分ぐらいの動画を撮りました。そのね、座って話した動画は僕の OK ジャパニーズのウェブサイトに載ってます。メンバーになると見ることができるので、もしよかったらちょっと見てみてくださいね。で2人と話して思ったのは、明るくて、元気だな、いいな、元気がもらえるな、そう思いました。太陽ってありますね、眩しい太陽。太陽って元気をもらえますよね。明るい太陽、暖かい太陽、人間も同じですね。そういう人からは元気をもらえる、ありがたいな、そう思ってね、僕はねその元気をもらっていました。はい。僕のチェックリスト2個目のチェックリスト、シュン、ふみさんに会う、チェック OK、 チェック OK です。はい。そして次の日、コラボレーション撮影の日です。その日ね、朝ホテル目が覚めて、今日は山に行く、昇仙峡という山に行こ
そこで動画を撮ろう、そういう日です。そこでね、ふみさんが運転してくれました。運転をしてくれました。ありがとうございます。そして3人で山の方に行って、その途中で一つ動画を撮りました。ドライブコラボレーション動画撮りました。それはふみさんのポッドキャストのチャンネルに載るのかな、多分そうだと思います。そして小仙峡について、そこはねケーブルカーがあって、ケーブルカーを登って綺麗な景色のところに行く、そういう場所ですね。僕はねその日暑かったんですよ。暑くて、しかも僕は長ズボンを着てました。長ズボンを履いてました。そして黒い服を着てました。そして僕はカメラを持って、いろんな機材をたくさん持ってね、歩いて汗かいて、でみんな暑いから汗かいて、で結構高いところまで歩いて行って、でもめちゃくちゃ暑くなっちゃって、僕はねもうちょっとダウンのぼせました。もう僕はちょっともう歩けませんって言って、ごめんなさいっつってね、その後ご飯を食べて、その後ねコラボレーションの動画また撮りに戻りました。ねえ、僕はねちょっと体力がないんです。体が強くないんです。いろいろ病気もありますから、生きてるだけでラッキー、本当に生きてるだけでラッキー、そう思えば目が覚めただけでもいいや、しょうがないな、ありがとう人生、そういうふうに思っております。はい、ということで、その後ね春との曲です。春と僕の曲を綺麗な山のところで撮りました。はいそれ全部ふみさんがカメラを持ってくれました。すいませんふみさんふみさん恐れ入ります。ありがとうございます、でもめちゃくちゃね素敵な場所で楽しい動画を撮れたので、その後はねふみさんのスタジオに行ってみんなでコラボレーション動画を撮りました。その動画は僕の OK ジャパニーズのチャンネルで見られるので、後でぜひ見てください。3人で話した動画です。これで僕のチェックリスト3番、チェック OK、 チェック達成、チェックリスト達成ねえ、待って4個目も達成。それで綺麗な自然も見ることができました。甲府の綺麗な自然も見てチェック OK。 いやー、という山梨の旅でした。本当にねいい旅だった。素敵な人に会えて、動画も撮れて、食べ物も食べて、自然も見られて、もう何も望むものありません。これ以上何がありますか。幸せだなと思いました。本当に夜寝る時にいい日だったな、そうやって思いました。はい、じゃあ今日はこんなところでリスニングお疲れ様でした。こういうね OK ジャパニーズでは話している動画がたくさんあるので、ぜひぜひ見てみてくださいね。
さよなら。